が3月の3日、乙女座の満月が皆既月食。なんかそのまま収入に結びつく。スピリアルアカデミー、ザ・ガイアハウスオーストラリアの開運先生術師、新海真希です。ガイアハウスのミッションは、皆さんがソウルの使命と本質、そして才能に気づきさえすれば、いつでも生まれ変わることができる。そして精神的にも物質的にもより満ち足りた人生へ再誕生できるということです。実際にガイアハウスのお弟子さんたちは40代後半から60代ぐらいの方が多いんですが、まさに人生後半で再誕生してもっと満ち足りた人生を送っている方が多いんです。ということで今回ちょうど宇宙元旦がやってきますので、このメッセージを胸に、今回の3月の天体の動き、星読み、そして12星座別のアドバイスまでお伝えしますので、ぜひ最後までご覧いただきたいと思います。では最初に3月の天体の流れですね、お話ししておきたいと思います。せっかくなのでちょっとこちらをお見せします。はい。これが、内側が3月の1日、外側が4月の1日ですので、これを見ると一目瞭然でございますが、3月、太陽は20日にお羊座へ移動します。これが春分点。宇宙元旦ですね。なので始まりの3月と言われています。そして水星は3月の21日に逆行を終了して、そのまま魚座にいます。金星は3月6日お羊座へ移動し、31日にお牛座へと移動していきます。火星は3月の2日魚座へ移動します。木星は3月の11日に逆行を蟹座で終了します。土星はずっとお羊座巡行、天王星お牛座巡行、海王星お羊座巡行、冥王星水亀座巡行、小惑星も言っておきましょう。セレスが3月の15日にお牛座へ移動し、パラスが魚座でジュノー、魚座に入ります。そしてジュノー3月の29日に水亀座へ移動し、ベスタが3月の11日に魚座へ移動します。カイロンはお羊座巡行中です。そして、新月は3月の19日、魚座の新月。そして何よりも大事なのが3月の3日、乙女座の満月が皆既月食ということで、続いて、食シーズンが続いていくということになります。はい。ということで、3月はまず春分を迎えるということで、太陽がお羊座、始まりの時点に入るということで、宇宙元旦と言われる大切な月です。そして火星やベスタ、水星の動きが魚座で活発になっていくというのが特徴。一方で、金星や太陽がお羊座へ入ることで、内面の浄化と新しい自分への脱皮が同時に起こるのが3月。そう、結構パワフルな月ということになります。もう少し順を追って3月の流れ、星読みをお届けいたします。まず一番最初に3月の2日前半にね、火星が魚座に入る。ここでエネルギーがこれまでとちょっと変わります。行動の星である火星が魚座に入るということで、自分一人の力で突き進むっていう考えをちょっと置いて、宇宙の大きな流れに身を任せるということが大切になってくる3月です。魚座の火星っていうのは、一人で静かな時間を持って見つめ直すということもとても大切です。誰とこれから先どうつながりたいのかということを魚座の火星期間に魂の声として感じ取ってください。魚座が火星の時にやっちゃいけないことが損得感情だけで動くことですから、ちょっと気をつけておいていただきたいと思います。そして乙女座の満月皆既月食、また詳しい動画をこれ大事なのでがっつり上げますが、とにかく強力なデトックスということを覚えておいてください。現実的な生活習慣とか仕事の進め方すべてにおいて見直して、不要なものを手放す。なんか頑張るというよりは邪魔になっているものを手放すというのに絶好なタイミングですね。ただしこれ単なる片付けではなくて、魂の純度を上げていく儀式だと思ってください。過去のパターンを終わらせて受け取るためのスペースを用意しておくという時期になります。この時期はもちろん断捨離はおすすめですが、体の健康診断の予約なども乙女座の満月っていうのは毎年ね、皆さんにお勧めしております。そして乙女座の満月の NG 行動は毎年一緒ですが、誰かの欠点を探して批判することですから、自分に集中をしましょう。そして金星が前半にお羊座へ移動していくと、魂、愛、豊かさ、これが
情熱として芽生え始める時期ということになりますから、なんか新しいことへの好奇心が強まってとか、今までやってきたことに新たに自分の好きという気持ちに正直になって再確認できるということです。ただ気をつけなきゃいけないのは秋っぽくなる時期でもあります。何事も持続というのが風の時代だからこそ大事な条件になりますので、そこはちょっと気をつけて。でも、開運行動としてはちょっと新しいファッション、メイク、髪型を取り入れてみるとかね、周囲の目を気にしてやりたかった髪型ができないとか、本当はマキさんみたいにパープルにしたいのにと思ってたら、ぜひウェルカム、パープル仲間に入ってください。そして中旬近くなってくると木星が逆行終了するんです。で、ベスタも魚座に入っていきますよ。これ水のエネルギーですね。拡大の木星、聖なる炎、どちらも水に入ります。家族とか同志とか仲間とか身近な人間関係、魂の深いところでつながっている人、場所、信念、物、そちらがまた再び輝き始めるイメージを持っていてください。立ち止まっていた計画もここから温かい支援、仲間からの応援なんかが入っていくことが期待できます。そして中盤にセレスもお牛座へ移動していくという流れがありますね。これは物質的な豊かさとか五感を満たすということに意識が向く時期だということですが、特に自分を育むことと地球の恵みに感謝すること、これを意識すると波動が安定していきます。自分の体感を大切にするということもとても大事ですね。そして19日に魚座の新月、これもまた別個に動画を上げますけれども、これはもう間もなく次の日に宇宙元旦、その目前の日に新月ですから、もう最後の大浄化の時です。始める前に掃除しなきゃね。皆さん大晦日に大掃除してお正月っていうのと全く同じパターンがここにあります。全てを許して受け入れるということで魂の傷が癒されて大浄化がされるので、ちょっと混乱もあるかもしれませんけれども、新しい光が入るための隙間を作っている、そのためのお掃除だと思って自分の心のね浄化をしてください。で、まずこの日に本当に感謝をすること、それから夢や理想をビジュアライズすることも大事ですし、無条件の愛を意識することも大事です。この前にいつも言ってますが、新月の少し前にオンラインお茶会をしていて、徹底的に新月図を読むということをやっているんですが、今回は魚座の新月、そして春分図というのがありますので、今回の3月のオンラインお茶会はこの2つのチャートを徹底的に読みます。先生術を習ってない方もオンラインお茶会にはもちろんたくさんいらして、メッセージだけを聞きに来ていただいていいし、質問もできるし、読むのは私がしますからね。でもたまに自分も習ってるという方も参加されると、読み方の勉強にもなったりします。公開で話している内容と全然違うレベルで全部深く読んでいくんですが、先生術師の第一歩というのはまず春分図が読めることなんですね。春分図が読めて初めてスタートラインなので、この春分図の、読みのオンラインお茶会もしますので、興味ある方はぜひお越しください。そして、春分になっていくということで、ここは宇宙元旦です。真っ白なキャンパスに未来を描くイメージですね。ただこれもまた別にオンラインの毎年やっているビジョンボード、ドリームボード制作の仕方を徹底的に教えるお茶会をオンラインでいたしますが、それはね、春分に作ると思ってる人結構多いんですけど、春分じゃないんですよ。お羊座の新月の日に作るんで、まだこれは来月になりますので、春分からただお羊座の新月のまでの間に自分自身を見つめ直していって、どんなビジョンを作るのかという準備をしておいて作るという流れですね。こういうことのやり方も全部教えるお茶会もしますので、興味がある方はぜひお越しください。そして3月は21日になると水星の逆行が終了します。ここで情報の混乱やコミュニケーションの停滞が一旦終わります。魚座の領域で順行に戻るということだから、言葉にできなかった感覚がなんかクリアなビジョンに変わっていきます。迷いも決めて進むべき方向がはっきりと見えてくるはずです。
で後半ジュノーも水亀座へ、移動していきますので、依存し合う関係じゃなくてお互いのメリットを尊重し合える対等なつながりというものが求められる時期になります。ウィンウィンの関係、新しい絆が皆さんの人生を広げてくれる。あなたが手伝うばかりじゃなくて向こうも助けてくれる、これがお互いの循環ができるような人間関係の構築というところに意識を向けていく中で、最後の日に金星が牡牛座へ入って4月の流れになるということです。ということで、全体的な3月の流れとしては、前半に大きな手放しとデトックスが起こる。特に乙女座の皆既月食は皆さんのもう古い硬い皮を破る絶好のチャンスです。なかなか破れなかった人もここでだったら破れるかも。で、破れなかった人はやっぱり怖いんだと思うんです。外に出る。例えばなんかね、発言するのもやっぱり私だって怖かったし、よく今自分が YouTube やってるなんてちょっと前の自分だったら信じられないけど、発言するもコメント書くもシェアするも宣伝するも何もかも、外っていうのはやっぱり皆さんにとって怖い場所、誰にとっても怖い場所で、やってる人たちは平気でやってるわけじゃないし、しかもそれを別にやれということではないです。ただ怖いからやらないことにしているということが皆さん多いと思うんですが、怖くてもやる、このマインドなんですよ。怖くなくなったらやると思ってる時に私は一生できなかったんですが、今も怖いけどやっていますということですので、ぜひその意識を持っていくには最高の時かと思います。特に中盤からエネルギーが外へ向かっていくんですね。で春分を境に完全に新しい自分のその再誕生、怖いけどやる自分になるみたいな再誕生ができますので、過去から来ている重いものを下ろして、より軽やかな周波数で新しい1年をスタートさせる。本当に今がチャンスです。いつからでもどこからでも人生はやり直すことができるということを思い出させてくれるような3月ということです。ということで、ここからはそれを知った上で12星座別の3月の星読みを後半で付け加えていきたいと思います。早速いきましょう。お羊座からです。太陽と金星がすごくお羊座のところに光を与えている3月なんですね。なので自分らしさが輝く最高のスタートラインということで、このチャンスを逃さないでほしい。皆さんお羊座のアイデンティティを再確認して本質的な成長を実感するという意識を持って過ごしてください。それから火星の位置は皆さんにお羊座にとっては無意識の浄化をさせてくれるエネルギーに変わっていますので、新しい自分を生まれ変わる時にはそのいらないものを手放すということも必要で、それも同時に起こりますから、もうとにかく生まれ変わる準備を整えて3月を迎えるということが大事です。もう一つは直感を信じて行動することで周囲のエネルギー、注目を引きつけるという魅力も今最大に発揮されている時ですので、ぜひやってみてください。そして牡牛座ですね。牡牛座さんはセレスが牡牛座に今エネルギーを与えている3月と取っていいと思いますね。それをどう生かすかというと、自分自身の才能や価値をより育てる方向で、自分の才能をもっと育てるために足りてないことを学ぶとか、努力するとか、発信してみるとか、育むをテーマにするといい月になりますね。それから太陽がね、もう羊座に入っていくというこの時期なので、牡牛座にとってはいつも春分の時期っていうのはどうしても内面の整理やデトックス期間ということになります。これもやらなきゃいけないことなので、もうさっさとね前半に済ましてやってしまうということも大事。執着って牡牛座の人の方がしやすい傾向にはあるんです。持ち物とかとても大事ですので、でもこの時期は捨てる方向の方がうまくいく。その方が新しいものが舞い込みます。ずっともう機能してないものを修理しながら、例えば家電を使っているとして、それを潔く手放したことによって、どこからかご褒美のようにその新しい新品がやってくるみたいなエネルギーが牡牛座にとっての3月です。それから自分の心地よさっていうのはとても大切にしたい牡牛座ですが、そこはとても大事ですので、自分の居心地の良いもので周りを固めてみるということもするといいと思います。双子座は太陽と金星のエネルギーがもう双子座の未来のビジョンを後押しするし、仲間や同士との交流がとにかく活性化していくという流れになってます。私は
お話ししたように、佐藤式リンパケア、もう80万人の YouTube チャンネルをされている先生ですが、ずっと個人セッション、継続セッションをさせていただいているんですが、この佐藤先生が3月にシドニーにいらして、2人でコラボの、オーストラリアで一番大きなボディマインドスピリットフェスティバルというところに出ようということになってます。で、そこにそれぞれのコミュニティのメンバーが手伝いに来てくださるんですね。まさにこの3月、もう仲間と同志と一緒に同じ方向を向いてる人たちと何か一緒にするのがいい。あなたの可能性を広げますよというのを知ってたんで、この計画にしています。ものすごく何か新しい展開が生まれると思います。それから水星逆行っていうのは双子座は影響を受けやすいんですけれども、これが終わりますから、そういう意味でも情報とか仕事の流れがよりスムーズになって、新しい計画が動き出すので、きっとここから先なんか本当新しい未来計画が始まるんじゃないかと思って3月、とても楽しみにしております。私、双子座なんでね。そして、蟹座の方ですけれども、太陽ですね。この太陽は今、蟹座に対して3月は皆さんのより見える場所に引き上げてくれるようなエネルギーを持っています。なので、蟹座の人、控えめな人多いですけれども、どうぞどうぞ3月は前に出ていってください。で、逆行がね、木星ね、してたじゃないですか、蟹座に。それが終了していくということで、ちょっと自信を失っていた蟹座さんも本来の自信を取り戻すチャンスでもありますし、成長のチャンスでもありますし、皆さんのステータスを確立するチャンスでもありますから、もう迷わずに進んでいってください。もう誠実な蟹座のまま進んでいれば、周りから信頼をぐっと得ることになると思います。獅子座の方は、未知の世界へのチャレンジ、学びに関して幸運の天体が集まっている感じの3月ですね。なので、コンフォートゾーンを抜けるというのが大事。広い視点で物事を捉えるというのもいい方向に行きます。火星の力は、より獅子座の探求心とか集中力をプラスしてくれますので、物事の本質を見抜く力も強くなりますから、ちょっとそういう力をパワーアップさせるというふうに信じて、自由で精神性の高いステージへ飛び込む意識を持っていただくといいと思います。乙女座さんは太陽と金星が誰かとの深い絆を再構築するエネルギーにヘルプをしてくれる3月ですね。で、満月がね、起こり、皆既月食ですから、乙女座にとってはとても大事な3月です。なんか一つの完成を迎えるという感じです。で、火星のエネルギーもやっぱり、つながりの中で情熱的な、あなたの持つ情熱と同じようなものを持っている情熱家の人と2つの循環が生まれることで、人との深いつながりの中でより新しい自分の人生が始まって再誕生していく宇宙元旦っていうイメージが一番しっくりくるかと思いますので、期待しながら、期待するだけじゃダメなんですよ。その意識に向けて積極的な行動をとってみてください。天秤座さんは太陽と金星はそうですね、華やかな盛り上がりを見せそうですね、天秤座にとってはね。なのでパートナーシップもいいですね。結婚生活とかパートナーがいる方は共同で何か一緒にやってみるとか楽しむイメージを持つといいと思いますし、火星とベスターの力も結構天秤座に後押しですね。なんか仕事とかやりたいこととか社会に向けての役割とかちょっと情熱的に取り組んでみるといいと思います。バランスは大事です、人間関係の中で。だから調和を持ちながらも自分自身を目立たせていくということが割とやりやすい時なので意識してみてください。さそり座ですね。もうメンテナンスの3月、もう体、健康、日常生活、仕事のやり方、ルーティン、発信のやり方、もっともう少し楽にできる方法はないかなみたいな見直し、整えていく、これからずっと持続できるようにという意識で一回見直しをするといいと思いますね。火星ベスタはすごく皆さんにとって
何か楽しいことにもっとこう熱中して楽しいやり方をしていけばいいよということを教えてくれるので、ちょっと体や日常生活に無理をしすぎないように、もう少し楽な方法で情熱を形にするという計画を練り直すといいと思います。いて座さんですね。だから今月は楽しむっていうテーマがいいかな。子供みたいな楽しい感じを意識して、楽しい場所はどこかな、楽しい集まりどこかな、楽しいやり方どこかなっていう意識で動くといいことがあります。それから今月は家族をとても大切にすることはすごく大事だし、家族がいない人は家を大切にする、家をきれいにする、メンテナンスする、家に感謝する、これはすごくいて座にとって今月大切なエネルギーですね。それからヤギ座さんですね。心の土台をしっかりと固める時です。外に出ていく意識よりも内側の土台を固める意識を持った方が安定していくと思います。そして学びとかコミュニケーションは引き続き続けていくことが大事ですね。もっと対話、コミュニケーションしてみることで誤解していた自分に気がつけると思います。自分の落ち度を見つけようとしなくてもいいんですが、対話が足りてなかったから勘違いしてしまったみたいなことには気がつけるので、ちょっとやってみてください。水亀座、コミュニケーションちょっとテーマかなという感じですね。新しい情報を惜しみなく入れていって、その中で自分でちゃんとしたフィルターをかけて、知的好奇心を持ちながらも選別する力を育てるのに最適な時です。もともと水亀座は頭のいい人もすごく多いし、とてもドライに物事を見れるんですけど、まさにその力が発揮されやすい時ということですよね。それからそれがなんかそのまま収入に結びつくような行動につながっていく可能性もありますし、そこから自立したあなたの未来への足がかりになるということもあるので、ちょっと3月楽しみだと思います。そして最後、魚座ですね。持って生まれたあらゆる才能、魚座の人は自分に自信を持つということが苦手な人も多いんですけれども、改めて自分で自分を褒めるべく、自分にしか持ってない才能というのを見つめていく時です。新しい自分として、少しこの間までよりももう少し自信を自分に持った自分として再スタートを切る3月っていうふうに思ってください。自分で自分の価値を認めてあげる、これが大事です。魚座さんはもうこれができるようになると本当に飛躍しますので、そのチャンスタイムだと思ってください。ということで今月は皆さんが自分自身の魂の進化に合わせて、もう小惑星たちの繊細な波動も受け取りやすい時期かなとこうやって見ると思いますね。なので皆さんが自分の人生の主導権を自分で握って軽やかに風の時代を歩んでいけるように、新時代占星術はもちろんこの流れをお話しするんですが、決定をする、何かをやめる、する、何かを学ぶ、増やす、減らす、人間関係も全て自分で決めるためには情報が必要で、それを情報として先生術でお届けはしています。でこれを今日知った上で、ご自身が主導権を握る人生の一歩をぜひ踏み出していただきたいと思います。では最後に何と言っても波動が高いものといえば、もうこのセプタグラムソウルジャーニーリーディングの神様、宇宙からいただいた65枚のカード、ここでメッセージを受け取れば皆さんに漏れなくプラスの情報になると思います。見ている皆さんに1枚だけカードを引きましょう。カイロンがなんとカイロンというカード、小惑星カイロンのカードでもあるんですが、このカードがこの3月春分の時に出ているということは、もう全ての傷を癒すことができる可能性です。そしてこれは大事なのは、カイロンは人に癒してもらったんじゃないんです。癒してくれる神様を求め続けていたんですが、結局自分自身が自分で癒せる人になったというストーリーなんです。ですから外につながりつつも、自分で自分を癒す力、セルフケア、セルフメンテナンス、セルフの
セルフエスティームですね、を取り戻す3月だというふうに意識していただくといいのではないかと思います。最後まで見ていただいてありがとうございます。詳しいいろんな情報、毎日の星読みなんかは、メンバーシップでも上げておりますし、文章で読んだ方がしっくりくる方のために、私は毎日ノートで占星術のすべてのアスペクトを読んで出しております。ぜひそちらもフォローしていただけるといいと思います。それから、公式 LINE、インスタ全部無料で登録していただけますが、私が有料で提供している波動を上げる術とかマニフェステーション実現プロジェクトの内容をリールなんかでも上げておりますので、ぜひどちらもフォローしてみてください。公式 LINE ではお得なクーポン券も配ったりしてますのでね、ぜひ登録お願いいたします。ということで最後までありがとうございました。素敵な春分を迎えましょう。